今日も夜の森からこんばんは、フクロウのポポです。皆さんは AI のコスト削減って言ったら、まず安いモデルに切り替えることだと思っていませんか？実はそこに料金の桁が変わるほどの落とし穴があるんです。今日は堀田さんの実話から始めましょ堀田さん、月末にコスト削減を頼まれたんでしょ？うちも今コスト削減に悩んでいるんだよね。はい、それで堀田さんはとにかく安く、とにかく減らすと決めて、全部の仕事を一番安くて早いモデルに寄せたんです。メールの仕分けも複雑な契約書のチェックも全部同じモデルにですか？そうなんです。そして数日後、契約書チェックだけ見落としが続出しました。とにかく安くて早いモデルにしたら見落としが続いたということは、俳句のことかな。一番安いモデルは出番が多いし、使いどころが悩ましいよね。明確なラインってどこにあるの？ここで一つ目の学びです。見極めるポイントは2つ。一つは単発の判断で済むか、それとも複数の手がかりを踏まえて段段階で考える必要があるか。もう一つは間違えた時にすぐ気づいて直せるか、それとも後工程まで影響が広がってしまうか。この2つが揃って重い仕事なら安いモデルに寄せてはいけないんです。メールの仕分けは単発で間違えてもすぐ直せるか安いモデル。契約書は多段階で間違えると後工程に響くから賢いモデルということですね。実務ではよくこう考えます。例えば大量に届く問い合わせメールの一時仕分けは俳句が最適です。1件あたりの判断はシンプルで、間違えても後で仕分け直せばいいので、速さとコストを優先していいんです。逆に契約書の条項を一つ見落としただけで後工程に響くような仕事は、たとえ処理する件数が少なくてもオープスのような上位モデルがおすすめです。ポイントは選ぶ基準が量の多さではなく、間違えた時の影響の大きさだということです。なるほど。間違えた時の影響の大きさを指標にする。これは確かに新しい指標だね。ところがこの話には続きがあります。月末の請求書を見て堀田さんはもう一度青ざめたんです。堀田さん、何かあったの？高いモデルにしたから？いいえ、犯人はモデルではなく送り方でした。堀田さん、毎回のリクエストに8000トークン分のシステムプロンプトと参考資料を丸ごと送り続けていたんです。毎回同じ内容なのに毎回全額払っていたということですか？その通り、ここが今日の転換点です。堀田さんが削っていたのは一回一回の質で、本当に削るべきは変わらないのに繰り返し払っている部分だったんです。うちにもそういうのあるかも。うちの TTS も毎回同じ台本の前置き部分、律儀に送り直していたりしない？そこで登場するのがプロンプトキャッシュです。変わらない固定部分を先頭にまとめておき、キャッシュを有効にすると2回目からのコストと待ち時間がぐっと下がります。変わる部分だけ後ろに足していけばいいんですね。実はここもう一つ怖いところがあります。キャッシュは内容がいちいち同じで、しかも同じ並び順の時しか聞きません。もし変わる質問の方を先頭に置いてしまうと、内容自体は同じでもキャッシュは静かに聞かなくなるんです。静かにって、うちのそれ大丈夫だよね。エラーとか出ないの？出ません。普通に動いているように見えて、実は毎回キャッシュなしの通常料金を払い続けているということが起こり得ます。だからこそ変わらない部分を必ず先頭に置くという順番が思っている以上に大事なんです。気づかないままずっと損し続けることもあるんですね。ご安心を。ちゃんと確認する方法もあります。API からの返事には使った量の内訳が含まれていて、その中にキャッシュを読み込んだトークン数という項目があるんです。ここがずっとゼロのままならキャッシュは効いていない証拠。コードを書いて設定しただけで安心せず、この数字を実際に見て確認する癖をつけておくと安心です。設定したかどうかじゃなくて、数字で確認するんだね。それなら気づけそう。さらにもう一つ意外な話があります。堀田さんが今回選んだのは一番安いモデルでした。でもキャッシュをちゃんと聞かせていたら、実はもう少し賢いモデルを使っていてもトータルの金額は安くなっていた可能性があるんです。それは痛いね。安いモデルを選んだつもりが、実は一番高い選択だったってこと、どこかにありそう。はい、モデル1回あたりの値段差より同じ資料を毎回送り直しているコストの方が大きかったということはよくあります。安さで選んだつもりが実は一番高いものを選んでいた。これが今回のオチです。堀田さんはモデル選びという目立つ判断には真剣に頭を悩ませたのに、キャッシュという地味な設定は後回しにしていたんです。実は多くのチームが同じことをやっています。逆に言えばこの2つさえ抑えれば十分です。
仕事の重さに応じてモデルを使い分け、変わらない部分は先頭にまとめてキャッシュする。これだけでコストは目に見えて下がりますし、月末の請求書を見て青ざめることもなくなります。目立つところばかり気にして地味に効いている部分を見落とすことってよくありそう。堀田さんにも教えてあげようっと。私もクイズ挑戦していい？もちろんです。それでは今夜の黒板クイズに行きましょう。第1問。複雑な契約書の分析まで全部を一番安くて早いモデルに寄せたら品質が大きく落ちてしまいました。何が問題だった？ A、モデルが長文を処理できない。 B、難易度を無視してコスト優先で選んだ。 C、API がモデル切り替えに対応していない。 D、ファイル形式が間違っていた。答えは B、難易度を無視してコスト優先で選んだです。安い早いモデルは万能ではなく、仕事の難しさとモデルの力を釣り合わせる、これが鉄則でしたね。第2問。毎回同じ8000トークンのシステムプロンプトと資料を送っていて、月々のコストが高くなっていました。コストと待ち時間の両方を下げる方法は？ A、質問文を短くする。 B、固定部分を先頭にまとめキャッシュする。 C、毎回ファイルを送り直す。 D、コンテキストが小さいモデルに変える。答えは B、固定部分を先頭にまとめキャッシュするです。変わらない部分は先頭にまとめてキャッシュ、これが合言葉でしたね。今日はここまでです。 AI のコスト削減には仕事の重さに応じたモデル選びと変わらない部分をまとめてキャッシュすること、この2つがありました。そういえばこの台本のファクトチェック、オーパスにお願いしたんだよね。引用元があれば俳句でいいと思ってたけど、オーパスなんだ。なるほどね。公式の問題にもこれに近いのがあった気がする。ほう、どんな問題だったんですか？税務関係みたいな間違えられない場面で判断に迷ったらどうするかという感じの問いだったと思う。確か間違えられないときは人間にエスカレーションするが正解だったはず。今回は台本だからできればオーパスに頼みたい。その通りです。間違えられない場面では無理に自動化せず、より信頼できる判断者にエスカレーションする。今回で言えば、美咲さんが最終確認をする前にオーパスにファクトチェックを任せたのも同じ考え方なんです。単純な一問一答なら俳句で十分ですが、複数の主張を突き合わせて判定する今回のような場面はオーパス向きでした。なるほどね。ポポありがとう。今日もとても面白かったよ。ポポさん、とても面白かったです。勉強になります。皆さんも面白かった、ためになったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。次回は LLM の基礎編、トークンやストリーミングの仕組みのお話です。おやすみなさい。また明日の夜の森で。 AI アシスタントフクロウのポポでした。皆様こんにちは、みさきです。私は毎日ポポと一緒に EC の現場で AI を使って仕事をしています。このチャンネルでは忙しいあなたの代わりにポポが AI 情報を選んでお届けします。明日の仕事で AI を使いたい。AI を基礎から学びたい。AI 試験に合格したい。そんなあなたをアシストします。チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。それではまた。